やっほー、皆さんこんにちは。今日はね、ずっと気になってたトゥンカロンを作ってみようと思って、もうね材料を準備してるの。トゥンカロンって何かっていうと、なんか太っちょマカロンって意味らしくて、マカロンと違うところは挟んでるクリームとかガナッシュがめちゃくちゃボリューム満点っていうところかな。なのでマカロンの生地自体はいつもとね同じレシピで作ります。今回ねいろんな種類を作ろうかなって思ってるんだけど、一つのね作り方だとちょっとつまんないかなと思って、違う作り方もいろいろ試してみて、見た目とか食感とかどういう違いがあるのかっていうのをね探ろうかなって思ってます。それではマカロン作っていきましょう。そしたらまずは下準備からなんだけど、アーモンドプードルと粉糖をふるっていきます。私はいつもここで2回ふるってます。今日はできたら5種類ぐらい作りたいんだけど、全部同じ作り方だとねつまんないから、いつもフレンチメレンゲで作ってるんだけど、スイスメレンゲとイタリアンメレンゲでも作ってみようかなって思ってます。マカロンはフレンチメレンゲ以外に作ったことなかったから、ちゃんとうまくいくのか楽しみですね。そしたら2つ目の準備はシルパッドをアルコール消毒します。私はいつもシルパッドを使ってるんだけど、クッキングシートを使ってない理由って、初めて成功したのがシルパッドだからっていうだけなので、ちょっと今日はクッキングシートでも焼いてみようと思います。前のオーブンがすっごいちっちゃかったから、このシルパッドをね半分にカットしてたんだよね今でもこれをね使ってます。で最後は絞り袋をね準備していきます。いつもこんくらいの丸型の口金を使ってます。マカロンの生地を作り終わった時にそのまま生地を入れれるように、そんな感じで口を上に向けてね、こうやっていつも準備してます。ほい、これで事前準備は OK です。そしたら早速マカロンを作っていきます。まずはフレンチメレンゲでいつもと同じ作り方ね。フレンチメレンゲは温度管理とか一切なくて、グラニュー糖を3回に分けながら加えて泡立てるだけなので、比較的簡単にできるから、私はいつもこれでやってます。いつもマカロンを作るときほとんどカットしちゃうから、今日は最初だけカットを少なめにしてみました。意外とねめちゃくちゃ混ぜてるんだよね。だいたい卵白を泡立てるのに5分くらいかけてます。最初は出力を高めにして一気に泡立てて、徐々に出力を下げる感じでね混ぜてます。卵白を泡立てたら粉類を2回に分けて加えていきます。ここではできるだけ泡を潰さないようにさっくり切るように混ぜてます。フレンチメレンゲは作りまくってて慣れてるから、いつもだいたい成功してるんだけど、最初の頃はひび割れしたり空洞化したりピエが出なかったり表面がボコボコしたりとかね、失敗ばっかりでした。未だにまだ失敗すること全然あるからね。そしたら残りの半分も加えて混ぜていきます。粉類を混ぜ終わった段階だとこんな感じかな。あんまり垂れない。今回2色色をつけようと思うので、ここから2つに分けて色をつけていきます。本当はメレンゲを作ってる段階で着色するのが一番いいと思うんだけど、めんどくさいからいつもマカロナージュする時に色をつけてます。まずはピンクね。そしたらここからマカロナージュをしていきます。マカロナージュはどれくらいするかって未だにあんま分かってないんだよね。マカロナージュが不足してるとなんか表面ボコボコしたりピエが出なかったりするイメージで、マカロナージュしすぎるとめっちゃ平たくなったり、こっちもね理想のピエが出なかったりって難しいんだよね。もうとりあえず因果関係がややこしくてよくわからないっていうのが私の中のマカロンのイメージです。
いい感じ。もう一個の方は紫色にしていきます。紫の方はちっちゃめの口金でやってみます。あんまりこの口金のサイズでそんなに出来は変わんないと思うんだよね。とりあえずしっかり円形であれば何でもいい気がする。そしたらまずはピンクの方から生地を絞っていきます。トントンすると表面に気泡が出てくるから、それを最後に爪楊枝できれいにしていきます。次は紫の方を絞っていくんだけど、やっぱりね口金のサイズってそんなに影響ないかもしれない。どっちでやっても綺麗に絞れる気がする。そしたらピンクと紫の生地を今度はマーブルにしていきます。先っちょを切ってよいしょ。でこれを大きめの絞り袋にね入れていきます。よいしょ。片方に紫で片方にピンクね。そしたら最後はクッキングシートに絞ってみます。クッキングシートで焼くのめちゃくちゃ久しぶり。こんな感じで第1弾のフレンチメレンゲでね作ったマカロンが全部絞り終わりました。クッキングシートでやったやつなんだけど、形がねめっちゃいびつになってしまいます。これとか特にね全然円形じゃないよね。私のクッキングシートが悪いのかもしれないんだけど、ちょっとこうやってね持ち上がっちゃったりするとね、そこから形が悪くなってしまって縦長になったりとか、なんかすごい形がいびつになってしまいました。難しい。シルパットの方はいつも通りねめちゃくちゃ綺麗な形になってると思います。そしたらこれは乾燥させておいて、次はねスイスメレンゲでやっていきたいと思います。イエイ。次はスイスメレンゲで作っていきます。材料の分量は基本的に全部同じにしました。スイスメレンゲはメレンゲを一旦湯煎で温めてから泡立てる方法で、いつもメレンゲクッキー作るときはこれでやってます。卵白と砂糖を混ぜて55度くらいまでね温めていきます。結構もうだいたい55度くらいかかるかな。これで泡立てていきます。メレンゲの作り方で何が変わるのかってネットとかで調べるんだけど、いろんな情報があってどれが正しいかって私にはわからないから、自分で作って実際に目で見て食べたものでねいろいろ学ぼうというスタンスです。何事にもそうだけど、ネットの情報は参考にしてはいいと思うけど、それが正しいかどうかはしっかり自分で判断しないとだよね。硬い。フレンチメレンゲよりちょっと硬めかも。そしたら青色に着色していきます。めっちゃ硬い。いつもの2倍くらいマカロナージュしたんだけど結構硬めです。合ってんのかなこれ。なんかねマカロナージュしたんだけど結構硬いから GPT にね大丈夫かって聞いたの。そしたらねメレンゲ立てすぎ、温度高すぎって注意されました。なのでちょっと失敗したかもしれない。 GPT はああ言ってるけどどうなんだろう。とりあえず失敗前提でまずは情報集めとしていろいろ経験を重ねないとね。見て絞り終わったんだけど結構本当に硬いかも。失敗なのかなちょっと分かんないんだよね、あんま作ってないから。でもね綺麗には絞れたかなって思います。ちょっとこれも乾燥させてもう一回ねメレンゲを泡立てすぎないようにして作り直そうかなと思います。同じ色でね。よし、見てめっちゃ可愛くない？でもうねこの紫とかピンクの1回目にやったやつが
結構ね乾燥終わってるので、こっちはね先に焼いてきちゃおうかなと思います。もう一回スイスメレンゲをやってる間に第1弾に絞ったマカロンをね順番に焼いていきたいと思います。そしたらもう一回スイスメレンゲで作っていきます。私はこの日のために1週間くらいかけて卵黄をめちゃくちゃ消費したからね。納豆卵かけご飯とか焼き鳥丼とかなんか丼系が多かったかも。オッケー。さっきよりは緩めにやってみました。明らかにさっきより柔らかくなった。ちょうどいい気がする。お、1回目のが終わった。よいしょー。こんな感じで1回目のマカロンが焼けました。めっちゃ綺麗に焼けてる気がする。さっきの方も綺麗に焼けてます。フレンチはめっちゃ慣れてるので心配はないですね。ちょっと焼きすぎちゃったかな。そしたら入れ替えでクッキングシートでやったフレンチメレンゲとスイスメレンゲの1回目を焼いちゃいます。てか後から思ったんだけど焼き時間一緒でいいのかな。よいしょ。とりあえず2回目に作ったスイスメレンゲの方も絞っていきます。さっきよりはなんか良さそうな気がするけどわかんないです。ちょっと焼き上がりが楽しみだね本当に。ちょっとね今フレンチメレンゲが全部焼けてスイスメレンゲの1回目が焼けて2回目が今乾燥中です。でちょっと中間報告なんだけど、まずいつもやってるフレンチメレンゲはめちゃくちゃ綺麗に焼けました。ちょっと剥がしてみます。よいしょ。はい、裏面もねこんな感じだし、ピエは綺麗に出てるし表面もねパリパリしてていい感じなんだけど、ピエは結構縦めです。でこっちのクッキングシートでやったやつなんだけど、まずは形がめっちゃ汚くなっちゃう。どうしてもやっぱりクッキングシートだとこう浮いたりしてるところがあって持ち上げられて綺麗な円形のままにならないとか汚くなってしまうっていうのはある気がする。ただピエはねめちゃくちゃ横に出てます。ちょっと焼いたばっかだから剥がすの怖いな。あ、でも剥がれてるわ。はい、裏面はこんな感じです。ピエはねめちゃくちゃ綺麗にできてますね。優等生みたいな感じで、こっちはなんかファッションリーダーみたいな感じわかんないけど。そして問題はこちらスイスメレンゲです。で見てこれ潰しちゃったの。表面がねめちゃくちゃ柔らかくてちょっとめっちゃ触っちゃってるけど、はい、なんかもうダメだこれは。ちょっとこれ食べちゃう。ピエはねほらめっちゃ出てるでしょ。もう全部終わった後に気づいたんだけど絶対に焼き時間が原因だったんだよね。調べたらスイスメレンゲはフレンチの時よりちょっと低温で長めに焼かなきゃいけないらしくて、私は一瞬の時間で焼いちゃったから多分失敗しちゃったっぽい。全然焼き時間を持ってんで気づかなくて、ちょっと次回に期待しましょう。そしたら最後はイタリアンメレンゲで作っていきます。卵白2個分でやることにしたんだけど、まずは1個は泡立てずに粉類と混ぜておきます。これだけなんか作り方違いすぎて面白いよね。他2つとこんなに作り方違うのに同じゴールに向かっているという。イタリアンメレンゲの方は緑と茶色の2色を作っていきます。やっぱメレンゲに色をつけるべきだったかな。よし、OK。そしたらメレンゲを泡立てていきます。イタリアンメレンゲは高温に温めたシロップを加えながら混ぜて作るらしいんだけど、初めて作るからちょっと緊張します。柔らかい角ってこんな感じか。
なんかもういい気がしてきた。もういい気がする。よし。でここからが難しいんだけど、右手で少しずつシロップを加えながら左手で泡立てていきます。シロップって水と砂糖で作るんだけど、水が入ってるってことにびっくりだよね。大丈夫なのかなって思っちゃうよね。これ本当にうまくできんのかな。すごい、いつものマカロンに近づいてきてる。こんな感じかな。はい、できた。これでやっていきましょう。こんな感じです。ちょっとやっぱ色薄いよね。メレンゲを加えた後も色がねしっかり出るように気持ち濃いめにやったと思うんだけど、薄くなりがちなのかもしれません。ということで乾燥させていきます。こんな感じでイタリアンメレンゲの方も全部絞り終わりました。なんかね、とにかく色が良くない。でこれはちょっと乾燥はいい感じだと思うんだけど、もうちょっとだけ乾燥させます。1時間ちょいくらいかな。しっかり乾燥させようと思います。あと最初にやったスイスメレンゲの方はね、私のおやつになってます。ほらべちゃってしちゃってる。ダメですねこれは。待って、見て、今ねスイスメレンゲで作ったマカロン焼いてたんだけど、どうしたらこうなるんだ。こんなことになったことないよ。びっくり。メレンゲの作り方変えただけでこんなに違うんだよ。すごくない？いつももう慣れてるからさ当たり前に作ってるんだけど、本当にマカロンって難しいスイーツだと思う。とりあえずね、あと8分焼きます。やばいねこれ。なんか何これって感じのやつが焼けました。びっくりじゃない？こんなにぺちゃんこだし、ピエもすっごい汚いし、表面もなんか焦げてる感じじゃない？だけどびっくりなのが、いつものフレンチメレンゲと同じ温度で同じ時間で焼いてるの。本当に不思議だよね。これがマカロンなの。なんか中身とかはどうなんだろうね。マカロンって失敗しても結構美味しいんだよね。スイスメレンゲで作ったからこんな大失敗したとかではなくて、フレンチメレンゲでやった時も最初はね、ほんと失敗だらけでした。フレンチメレンゲで何回も作って調整を重ねて、今のね綺麗なマカロンが作れるようになったから、多分スイスメレンゲの方もしっかりちゃんと勉強してやればね、綺麗なマカロンが作れると思います。マカロンって失敗してもいろんな要因が考えられるの。例えば今回だったら焼き時間とかもそうだし、マカロナージュとかもそうだし、あとは卵白の温める温度とか、原因を簡単に一つに絞れないっていうのがマカロンが難しいゆえんかなと思うんだけど、また新しくスイスメレンゲとイタリアンメレンゲでマカロンを極められるというね。まだまだマカロンの道は長いです。マカロンで失敗した時は作った時の条件とか考えられる原因とかをいろいろ書き出してます。1回目に焼いたやつは確実に焼き時間が原因だったと思うんだけど、この2回目のやつは本当に何が起こったか分かんなくて、多分だけど単に焼き時間が原因じゃないと思うんだよね。こういうのはネットとかでね調べたら解決する話かもしれないんだけど、極力自分で正解を探すっていうのも私のお菓子作りの楽しみ方の一つですね。当分の私のおやつが出来上がっちゃったよ。イタリアンメレンゲで作ったマカロンが焼けました。ひび割れしてます。これの原因はなんでかもう明確で、多分だけど卵白に対してアーモンドプードルが全然少なかったっていうのが要因かな。
ちょっとこっちの方がメレンゲ多かったかなって思ったの。だからちょっとひび割れしちゃったのかなって思います。でこっちはねすごい綺麗に焼けてます。こっちは卵白とアーモンドプードルの比率が良かった、ちょうど良かったかなって思ってます。なんか正直だけどフレンチメレンゲで作った時とそこまで変わらないかも。気泡の潰し忘れがあるとねこんな感じで毛穴がみたいな感じになっちゃうので気をつけてください皆さん。そこまで失敗っていう感じじゃないかも。しかも1回目でこれなら全然綺麗な気がするんだよね。もう一回これ見よう。これみんなこれ見て自信つけてね。これ過去最大級に失敗作だからこれ私ちょっとずつ食べてんの。これ123個食べてるもん。わお。みんななんかマカロンで失敗した時はこれを見に来てこれは結構本当に失敗だよね。せっかく可愛く絞ったのにね。もう一回さっき作ったねフレンチメレンゲのマカロンを見に来ました。やっぱ全然綺麗だよね。あの後ね作り直したりもしてとりあえず全部完成しました。結論から言うとやっぱりフレンチメレンゲで作り慣れてるからフレンチメレンゲが一番綺麗にできました。ここら辺はフレンチメレンゲです。この茶色だけ炒めれかな。フレンチメレンゲとイタリアンメレンゲはそこまで変わらなかったかなっていう感じ。スイスの方は失敗しすぎてここに一つもないっていう、2回やって2回とも失敗したのでここにはないです。ちょっとね今後またリベンジしようかなって思ってます。今回一番面白かったのがこれがクッキングシートで焼いたマカロンなんだけどピエが横に流れるように出てました。全部これとかは汁パッドで焼いたやつなんだけど多少横には出てるけど基本的に縦に出てるっていう感じなんだよね。なんかスリムですごい綺麗だなっていう感じ、優等生って感じまだこっちのクッキングシートに慣れてないっていうのもあるかもしれないけどやっぱりねどうしても形がいびつになってしまうっていうのがありました。はい、面白かったね本当に。ということでここからトッピングに移っていきます。なんか色合い微妙だったかな。黄色とかなんかもっと明るい色を作ればよかったかな。いいか。そしたら今日は久しぶりにバタークリームを作っていきます。私は今までねバタークリームをほとんど作ってこなかったんだけどなぜかというとバターがとっても高いからっていうのといつものクリームの方が私個人的には好きだからっていうのが理由なんだけど、なんか今日はね久しぶりにバタークリームを作ろうかなっていう気分なので作っていきます。昨日あれから満足できなくて追加で 3,4 セットくらいマカロンを焼いたんだよね。1週間くらいかけてコツコツ貯めた卵白が一瞬でなくなっちゃいました。こんだけお菓子作りしてるんだけどバタークリームを作るの多分2年ぶりくらいで久しぶりすぎて失敗したいかすごい不安でした。作り方だけ見るとバターの塊じゃんって思うかもしれないんだけど食べてみると案外ね美味しいの。あといつも作ってるチーズクリームよりも全然安定性が高いから今回のトゥンカロンみたいに高さを出したい時はバタークリームはめちゃくちゃおすすめだと思います。ほぼバター食べてるようなもんだよねバタークリームって。やばいよね。なんであんな軽いんだろうね。でも足りるかな。多分足りないと思うんだけど。さっき作ったバタークリームの一部にいちごパウダーを加えていちごクリームを作りました。ということでまずはいちごフレーバーのトゥンカロンを作っていきます。ノーマルのバタークリームといちごのバタークリームの2層構造にしてみました。可愛くないめっちゃ可愛いんだけど。何これ、もしかしてお花。いきます。これ太っちょじゃないよね。もうちょっと太っちょにいけるよ。頑張れ私、限界を超えろ。太っちょな気がする。とりあえずいちごのやつがこんな感じでね絞り終わったの。後ろの子たちはね結構太っちょになったんじゃないかなって思います。いつもより全然高さが高い。
ということでね、一旦これ冷やしてきます。バタークリームマジで足りないんだけどバター 150g があっという間になくなってるんだけど、まだ1個しか作ってないよ私。オレオをね砕いておいたのでここに入れて混ぜる。ということで2つ目はオレオフレーバーのトゥンカロンにしようと思います。全然足りないわ。ちょっともう一回作り直さなきゃだな。よし、次はオレオの方をやっていきます。よいしょ。オレオをもう大胆に乗っけちゃうんです。こうやってね、この上にさらにオレオのクリームを絞って、これ合ってる太っちょすぎん。太すぎほい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 。こっちはトゥンカロンにして、こっちはね太っちょじゃなくてシンプルなマカロンにしてみました。よし、オッケー、冷やしてきます。バタークリームをね作り直してきましたバター 150g がこの中に入ってるって思うとびっくりだよね。ということで3つ目は抹茶フレーバーのトゥンカロンを作っていきます。抹茶のバタークリームの上に抹茶ガナッシュを乗せてみました。よいしょあー、かわいいよかわいくない？太っちょマカロンかわいいぞ。よいしょ。やばい、残るところあと2種類になってる。早いですね。ちょっと次チョコいこうか。ガナッシュを作ったんだけど硬くてでも出てこないよなこれ。あ、出てきそう。ちょっとやっていきます。どうしましょう。マシュマロをね乗っけようかなって思って。チョコと合うじゃん多分。いきます。ブチュッといっちゃいましょう。ブチュッと。太すぎるにも程があるのでさすがにこれはちょっとあかんのでやり直しです。で結局これもバタークリームに戻ってきました。バターみたい。やばい、太いにも程があるぞ。オッケー待って、やばい、見て取れた。硬すぎて取れたんだけど、これさお菓子作りやってる時さ、これ結構あるんだけど、これやるとなえるよねめちゃくちゃなえるよねこれちょっと入れ直してくる。めっちゃいい感じ。バタークリームが足りない。この紫の分がもうない。どうしよっかな。ということで最後だけバタークリームじゃなくてチーズクリームにしました。最後のこれはラズベリー味にしようかすごい悩んだんだけど、結局紫芋のフレーバーにすることにしました。下の段は紫芋のチーズクリームです。全部のクリームが絞り終わったので、ここからデコレーションをしていきます。デザインはなるべく韓国に売ってそうなトゥンカロンをイメージしてやってみました。シンプルなんだけどすごい映えるし可愛いみたいな。こっちのマカロンは空みたいな色だったから雲を描いてみました。これとか本当に韓国のスイーツっぽくない？ふい、かわいい。最後はチョコのプレッツェルをトッピングに使っていきます。これは私のおやつで余ったやつを使ってるんだけど、ちょうど5個しかなくて1個足りなかったんだよね。そしたら最後紫なんだけど、これはシンプルにリボンを描きました。はい、こういう感じ。めっちゃシンプルに。じゃーん、こんな感じで全部のマカロンが完成しました。かわいい。
トゥンカロンずーっと作ってみたかったからめっちゃ可愛くできて嬉しい。見て、やばくない？可愛すぎる。本当に可愛い。お疲れ様です。これがメインのトゥンカロンで、余ったやつとか、あとね見て、これも可愛くない？こうやって横にすると P がね可愛く見えるのでいいよね。まずこれがいちごのトゥンカロンね。でこれがオレオのトゥンカロンです。これが一番ボリューミーなんじゃないかな。そしてこちらが抹茶のトゥンカロン。ちょっとおしとやかで可愛いですね。そしてこちらがチョコレートのトゥンカロンになります。めっちゃ可愛い。で最後こちらが紫芋のトゥンカロンになります。可愛い。明日はちょっとお友達とマカロンパーティーを開催しようかなと思ってね、今回作ったのでみんなの反応が楽しみですね。これはちょっとねお姉ちゃんが遊びに来た時にあげようかなって思います。ということでこれはサンドアップして一晩寝かせます。私は片付けをしないといけない。じゃあまた明日ね。バイバーイ。無事マカロンパーティーを終えて余ったマカロンを深夜のおやつにいただいちゃいました。私はクリーム系が大好きだからトゥンカロンめちゃくちゃ美味しかった。てか普通のマカロンより好きかもしれない。紫芋とオレオとイチゴが特に好きでした。やっぱりバタークリームって意外とすごい軽いんだよね。全然ペロって食べれちゃう。今回は新しい挑戦をしていろんなことを学んだのでまた一つ成長した気がする。スイスメレンゲに関しては焼き時間を挑戦してまたリベンジしたいですね。ちょっとでもみんなの参考になれたら嬉しいです。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。